どうも、ジャズ沼の長吉俊雄です。今回はコンファメーション、トミー・フラナガンのソロの続きからです。今回のレジュメとアプローチノートについてのエクササイズ PDF が概要欄からダウンロードできるようになっています。ダウンロードの条件、これはあくまでもお願いなのですが、チャンネル登録、そしてこの動画の宣伝ツイートの引用リツイート、もし Twitter のアカウントをお持ちでないっていう方は、Facebook や Instagram、ブログなどでご紹介いただけると嬉しいです。皆さんにより良い動画をお届けできるように活動を継続していきたいと思っていますので、ぜひ動画の拡散のご協力をよろしくお願いします。この前、動画の感想メッセージで、嬉しいものがあったので、抜粋してご紹介します。アドリブを分析したことがなかったのですが、動画の分析を見てみると、シンプルな部分が多くて驚きましたというメッセージでした。ありがとうございます。そうなんですよね。分析したことがないと、さぞかし複雑なかっこいいフレーズを演奏してるんだろうっていうふうにもしかしたら思ってしまうかもしれないんですが、実は結構シンプルなことが多かったりするんですよね。ビバップに関して言えば。分析してみないとわからないことって多いですよね。そして、腑に落ちたことってきっと忘れないですよね。分析もいいけど、アドリブができるようになりたいよっていう方向けに、Zoom を利用したレッスンや宿題提出型の通信レッスンもやっています。7月末までお得なレッスンキャンペーンもやっています。詳細は概要欄からどうぞ。初心者の方、大歓迎です。では、今日も張り切っていってみよう。5小節目から分析を続けていきましょう。ね、このフレーズはどうなっているんでしょうか。135ルート35、それに対する上からのアプローチ。この音はスケールの間の音。そして、じゃあこの2音は何かというと、この Am7 フラットフィフスのフィフスの音に対する3音のエンクロージャー囲みになっています。ファーなんで、これが本当はミではなくてファのフラットで書く方が適切です。ファーファレミ適切ですと言っていますが、この譜面を財布して譜面を作ったのは私なんで、ただただ、ミスですね。ただ分析の方法によっては、この音をファフラットではなくてミって書いても良い場合はありますので、イメード音は分析の方法によって変わってくると思ってください。で、この3音のエンクロージャーは前回やった上5行5行解決、2の音、上の音、5行5行、そしてターゲット解決というやり方は、前編でルートセブンス5行5行っていう形でやったと思いますが、この上からのエンクロージャーは、この上って書いたのがまずファミというのが、ファがミフラットに対する2度上になっていますね。なんで上と書いてあります。そして、長2度上か単2度上、どちらかといったら長2度上ですね。長2度上だった時には、このゴニョゴニョの音がどうなるかというターゲットノートに対する単2度上、単2度下という風な迂回をするんでしたね。このパターンは前回の動画でみっちりやったと思いますし、前回のレジュメで、
自分で問題を解いてみようっていうのもやったと思いますので、まだ作ってないな、復習してないなっていう方は、前回の動画からレジュメをダウンロードして、皆さんの手で自分でやってみてください。次。ミ、ミ、ファ、ソラ、レ。これは Am7th フラット5で分析してもいいんですが、個人的にはここは A7th の裏コードである E フラットセブンスの1234っていう風な解釈をしてみたいです。どちらもルートでミルート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 というつながりができてるなっていうふうに思うことができるからです。裏コードの説明は後でしようと思います。今回のコーラスの最後の方になんか変なフレーズあったと思いますけど、それが裏コードがたっぷり使われていますので、そこでやろうかなと思います。このフレーズ、これめちゃくちゃセブンスというのは、2度セブンスですよね。ダイアトニックコードではないです。で、セカンダリードミナントかモーダルインターチェンジというのを使うと解釈することができるんですが、それは置いておいて、このフレーズ見て、これはなんか G7 のフレーズじゃないふうに思ってほしいんですね。もちろんこのフレーズ G7 でめっちゃ出てくるんで、全然 G7 のフレーズじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですが、このフレーズはレファラ Dm7th のフレーズですね。ドミドというのはスケールの上の音、ターゲットノートに対する半音下の音、ターゲットノートに対する半音下の音。覚えてほしい言葉があって、こういうような囲み、エンクロージャーのパターンで、上はスケール、下は半音というふうな言葉を覚えてほしいです。レファラに対して、ミレソファシラシラってこれスケールによっての場合にはシラ、こっちの場合にはシラっていうふうに上の音はスケールが変わると変わります。下の音はただ半音下から半音下から半音下からとやる場合が多い。上はスケール、下は半音が多い。これ絶対ではないです。もちろんレファラに対してこのやりたかったら全然やってもらって良いです。2音で挟んだりする時も上はスケール、下は半音っていうのを使ってみたいです。これどっちも半音にするとこんな感じ。これ結構人によってはもうどっちも半音でいいじゃんっていうので、やってる場合もあります。なんでこれはどっちを選ぶかが、個性になってくるかなとは思います。デカデカと書いておいてちょっとだけ保険をかけるっていうね。で、分かってる方だったらもしかしたらここ D のメロディックマイナーなんじゃないのと。だから G のリディアンセブンスを使ってるんじゃないのと。
思われた方も、いらっしゃるかもしれません。その解釈でも良いです。ただ今回の場合このドシャープの音はレに進んでいるので、アプローチの音と解釈していいのかなというふうに思います。このフレーズは2度セブンスでめちゃくちゃ多いので、ぜひ覚えて他の曲に応用してください。皆さんはケニー・バロンっていうピアニストをご存知ですか？ケニー・バロンさん大好きなんですけども、このケニー・バロンさんの財布を分析していると、だいたい2度セブンスが出てくるとこのフレーズをやってることが多くて、マイコーラスやったりしてるんですよね。また弾いてるとか思うんですけど、それでもかっこいいのがいいなって思いますね。例えば僕だったら、なんか自分の演奏を聴いた時に、毎回同じフレーズ弾いてたら、ちょっともう聴きたくないよっていう風に、やだやだ、なんで毎回ここで同じフレーズなのって思うんですけど、ケニー・バロンさんの場合は、毎回同じフレーズいいよね。全然問題ないよっていう風になるんで、それは何が違うんだろうなって、多分数ある選択肢の中から、膨大な選択肢の中から、あえてそれを選んでいるのか、僕のこの3パターンくらいしかない、このちっぽけな選択肢の中から、毎回これを選んでいるのかっていう、そういう違いだったり、リズムが抜群に良かったり、音色が良かったり、そういういろんな要素が、もういろんな、もう天と地広の神隠し、天と地ぐらい違うんで、バロンさんの財布も結構やりましたけど、一緒にご紹介できたらいいかなと思っています。あ、そうそうそう。で、ケニー・バロンさんの、フレーズ、このフレーズ、結構 g マイナーセブンスでもこのフレージングをしてることがあって、g マイナーセブンスも d マイナーセブンスのフレーズ使っていいんだっていうことではなくて、g マイナーセブン上でこのフレーズが使えるわけではなくて、g マイナーセブンスを一旦 G セブンスにリハーモナイズしてから G7 の解釈を d マイナーセブンスにしているというプロセスを経ているので、次こういうフレーズですね。これは g マイナーセブンスってありますけど、多分 C セブンスでも解釈してるかなと思います。ソミドシラ、これはオーギュメントのアルペジオになっています。オーギュメントと言わないで C7 シャープ5と言ってもいいですが、オーギュメントの分散和音になっていますね。そしてここを見ると、一個一個見るんじゃなくて、こういうのはもうコードの塊で見ていく方が良さそうですね。これね、5度セブンスのオーギュメントに変更するっていうのは、いろんなスケールの解釈ができますが、例えば F の同主調のハーモニックマイナー、ハーモニックマイナー上の C7 だと捉えてもいいですし、ハーモニックマイナーじゃなくてメロディックマイナーでも問題ないはずです。ハーモニックマイナーとメロディックマイナーはこの6番目の音が違います。これが C7 スにとってはフラットナインスかフラットサーティンスになるかの違いがあります。
ハーモニックマイナーの場合はこう。そしてこれにラフラットの音、C7 スにとってのフラット13スの音。こちらのフレージングではレの音もレフラットの音も存在しないので、ハーモニックマイナーから借りてきてるのかメロディックマイナーから借りてきてるのか、断言することはできませんね。このフラット13とナチュラルナインスが混ざっているのはちょっとだけなんかハロウィンっぽいような感じもしますけど、皆さんはどう思いますか？これはもうお前の弾き方だろとか言われたらすいません何の曲があるかな。シングシングシングとかかな。何かこの5と7上でメロディックマイナーからの借用があるような曲、これがあるよねっていうのがある人はコメント欄でぜひ教えてください。というわけで2段目の分析が終わりました。エンクロージャーや裏コードへのリハーモナイズ、そしてこれなんで G7 ですか Dm7 のフレーズを使えるか忘れてましたけど、これは2-5の2で解釈しているわけですね。C7 スの C6 から C オーギュメントの分散和音でした。次。聞きましょうか。こんな感じですね。ちなみに前回やった7から3っていうアプローチが4度進行の時は重要だったんですよね。7、3は7が3に行く前に一瞬半音下を経由しているというのも注目してあげましょう。やってみましょう。まずコードトーンは F6 で捉えた場合にはラー。やってみましょう。まず F6 で捉えた場合、サード、ルート、6になっています。そしてそれに対して半音下、下上、解決、半音下、スケールの上から、上はスケール、下は半音が多いといった場合、いった理由がわかるでしょうか。あくまでも多いですからね。絶対ではないです。単三度とか書いてありますね。こういう下上で囲む場合には、上の音に対する単三度下から単三度下を考えた方が良い場合もあります。ちょっと詳しく取り上げてみましょうか。ファラドに対していろんなアプローチを考えてみます。キーは F だと思ってください。上からの一音アプローチというふうに考えると、上の音はスケール上の上の音からアプローチします。スケール上の上から、スケール上の上から、スケール上の上から。なので、場合によっては、全音上からになったり、半音上からになったり、全音上からになったりします。下からの場合は、ではどうなるか。下からは
全部半音下で良いです。ということは、スケールにない、コードに関係のない音も出てくるということになりますね。半音下、半音下、半音下。なので、この音は何だ ?F マイナーかとかいうふうに考えなくても良いですよ。では、2音アプローチ。2音アプローチといっても、上下で挟む場合と、下上で挟む場合があります。上下で挟む場合は、僕やりたいのは、上はスケール、下は半音っていうのをやってみたいです。ファに対してスケール、半音下、着地。ラに対してスケール、半音下、着地。スケール、半音下、着地。私は、じゃあ上はスケール、下は半音が好きです。半音でもいいですよ、別に。どちらも半音の場合でも一向に構いません。下上で囲む場合、じゃあ同じようにやってみようと思います。上はスケール、下は半音下。こうか。こうなりました。この場合、僕個人的には、これあんまり好きじゃないんですよ。全然いいですよ。やりたい人は。結果的に、これはじゃあ何が気持ち悪い、なんでこれだけ気持ち悪くなったかというと、このスケールの上の音が、今回は、ルートに対しては全音上からアプローチ。サードに対しては半音上からアプローチ。5度に対しては全音上からアプローチ。ここだけ半音上からのアプローチになっていたんですね。なんでそうすると、どっちも半音になっているんですね。これは普通にありですけど、僕個人的にこれあんまり好きじゃないです。これでも全然人によってはやりますので、皆様がこれを選択するかどうかは自由です。じゃあこれをどう変えるかといったら、こう変えるとホッとします。そうすると全部が同じパターンになりました。そうするとどういうふうにじゃあこれは言語化してあげたらいいのかなと思うと、上はスケール、下は上に対する単三度下というふうに考えてあげると良いです。ソの単三度下からソに行って着地。上はシフラットの単三度下、上、着地。ドに対して上はスケール、下はそれの単三度下。上はスケール、下は上の単三度下というパターンが私は好きです。こちらのミソファというパターンは半音、上はスケールという解釈でもできますが、もうちょっと一歩進んだところでいくと、上はスケール、下は上の単三度下という解釈ができるんじゃないでしょうか。これが2音のアプローチ。3音のアプローチノートは、また別の機会にやろうかなと思います。1回の動画で
いろんなことを一気にやっても皆さん忘れちゃうと思うので、この1音アプローチもまた何回もやって、はいはい、上はスケール、下は半音下が好きねって、ちっちゃく書くやつねって、はいはい、また小ボケをかましてるよというのが分かるようになるぐらいしつこくこすっていこうと思います。この小ボケを皆さんは飽きるほど今後見ることになると思いますが、覚悟しててください。じゃあ続きに行きましょう。これ前回と全く同じフレーズなんで、前回を見てと言ってもいいんですが、この解釈でもいいですし、ソミドラファレという3度下降のパターンでも捉えることができたんですよね。ソミドラファ A7 です。ソミドラファソミドラファで、この3度下降する間に、いろんなことが起こりつつも3度下降しています。次のフレーズ。ラーラはあんまり関係ないか、G7 関係ないかなと思いますので、Dm7 スだけで考えられているでしょう。ソミレドファラシミレ。この5321というシェイプですが、皆さんこの数字に聞き覚えはありますか？そう、前回やったドレミソ1235のシェイプですね。ここよ、ここ。ドレミソっていうシェイプ。これは C メジャーペンタのドレミソっていうシェイプでしたが、ここは c マイナーセブンスのドレミソっていうシェイプでした。このドレミソシェイプは展開形があるんですって出てきた時にやればいいんですが、これを1235のペアっていう風にやると、ドレミソドレミソ、もちろんマイナーになってもいいです。このドレミソシェイプは必ずしもこのドレミソのシェイプで出てくる必要はなくて、ドレが1オクターブ上がったパターンで出てきても、ドレミソのシェイプだっていうふうに思ってあげるといいでしょう。このドレミソシェイプは C マイナーアドナインス、C アドナインスとこういうコード。で表すことができるコードです。次 F7 スです。ファラシミレ。これまた73が出てきているんですが、ここは解決先の B フラットセブンスを先取りしてフレーズを解釈していると考えてもいいでしょう。そうじゃないとラシっていうのが F7 ス上で考えることができなくなっちゃうんですね。F7 スってのシフラットってこれって4度なんですね。コードトーンじゃない音に半音下からアプローチしてるなっていうことになってしまいます。B フラットで解釈すると5度下ルート上サードというふうに解釈してあげることができます。本当はね、ある程度解釈できない余地を残しておくっていうのもそういう美しさもあると思うんですよね。ただこのビバップっていうジャンルのこのランゲージ語法についてはちゃんときれいに分析をしてちゃんときれいな分析をつけられることが多いです。じゃあ次の段のフレーズに行きましょう。
次ですね。レファとシファ、レファシファは3535してルート。それに対してスケール上の上の音、1音のアプローチの音がついています。上はスケール、下は半音が多いと言いましたが、上はスケールの音というのはある程度きちんと守られていそうです。次のフレーズ。ここは、Am7 フラット 5D7 的には、ここで73が起きてるねというふうにやりましたが、もうここも D7 ス一発で解釈しちゃっていいんじゃないでしょうか。2、5を5で大きく取る。3579のアルペジオがまた出てきて。5、3、1という3度加工が起きていますね。そして下から解決。1音のアプローチの音もついています。そしてちょっと戻ると B フラットメジャーにとってこの音はルートの音でもありますし、次のコードのフィフスに対する上からのアプローチと捉えることもできるでしょう。シレファ、これは357のアルペジオ。ここは F でトニック一発で解釈していいでしょう。ペンタトニックスケールだったり F6 で考えていいってことですね。ラとレファラファに対して下から囲まないタイプの2音のアプローチの音。4で上で考えてあげると良いでしょう。ここは次の Cm7 スのサードに対する3音のアプローチの音、3音のエンクロージャーになっています。上、ゴニョゴニョタイプなので、上の音が全音なのか半音なのかによって変わってきます。全音上、超2度上なので、半音上と半音下で囲んでいいですと。ファミ全音なので、半音上、半音下、ターゲットというふうな3音のアプローチの音になっています。これを次回ビバップスケールというスケールでも解釈してあげようと思います。今回はここで終わりです。2音のアプローチノートの1音と2音のアプローチノートのエクササイズ PDF を概要欄に貼っておきますので、ぜひ練習してみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。